ご視聴ありがとうございます。今回は地方私鉄の本気の車両を乗り通します。ただの譲渡車ではない車両の走りと特徴豊かな沿線の様子を綺麗な 4K 映像で解説します。可愛いキャラの大事な役目と終着駅の歴史にも注目です。今回の内容がこちら。チャプターも参考にしてください。ここは東京駅から1時間20分、長野駅です。今回はここ長野駅を起点に運行する私鉄、長電こと長野電鉄が舞台です。長電の路線は長野駅から湯田中駅まで 33.2 キロです。かつては他にも路線があり、名称も区間によって異なっていましたが、路線網が縮小する過程で名称が見直され、今では長野線に統合されています。長電の長野駅は地方私鉄にしては珍しい地下駅ですが、長電の駅には自動改札がないため、駅員が切符を確認します。朝夕は通勤通学の需要があり、改札は大忙しです。ホームに向かいます。階段の横にはかつての路線図が、廃線になった区間がまだ現役だった頃のものです。ホーム2つ、線路3本の構造で、これ自体はよくあるサイズ感ですが、丸ごと地下ということで、地方私鉄の駅とは思えない立派な施設です。そして発車案内表示器で上にあるのが、これから乗り込む列車です。運転席を2階に上げた、インパクトのある先頭部の形状。その車両が到着です。車内に入ってみます。右側が展望席、そして左側がハイデッカー構造の座席です。長電には現在2種類の特急車両があります。今回乗るのが1000系湯煙で、関東の大手私鉄である小田急電鉄のロマンスカー1万型を譲り受けた車両です。ロマンスカーの伝統である展望席を受け継ぎつつ、台車が車両の間にある連接車である特徴も受け継いでいます。台車の間隔がおおむね均等なため、普通の車両とは走行音が違いますね。一方、先頭部の展望席以外は床面が高く、いわゆるハイデッカー構造でした。87年にデビューしただけあって、バブルの世相を反映した贅沢な設計でしたが、バリアフリー対応が難しかったこともあり、2006年に長電に移籍しました。11両から4両に短縮されたものの、外は赤の色合いが変わった程度で、小田急時代のトレードマークだった展望席もそのままです。展望席の曲面ガラスを惜しみなく使った開放感。この展望席は片側の先頭車につき14席しかありません。長電ではずっと全席自由席で、早めに並べば展望席にも座れたのですが、21年7月以降は一部の座席が指定席となっています。自由席特急料金は100円均一で、1000系の指定席料金はプラス300円です。小田急ロマンスカーは全車指定席で、展望席を取るのは至難の業でしたが、長電では幾分取りやすいです。フリー切符なら自由席料金は不要なので、もっとお得です。一方、ハイデッカー構造の座席は、このようになっています。展望席のパノラマも魅力的ですが、他より高い視点も楽しそうですね。ちなみに、2100系スノーモンキーには、ちょっと豪華な指定席個室もあります。こちらは帰りの動画でご紹介しますので、お楽しみに。一方、湯煙とスノーモンキーは車両の愛称で、列車の名称ではありません。長電には特急が2種類あり、それぞれ A、B で区別されています。日中に運行される A 特急に比べ、朝夕に運行される B 特急の方が停車駅が多く、長野市近郊の主要駅にこまめに止まることで、通勤通学需要を拾います。湯煙とスノーモンキーの運用は区別されていますが、列車の種類で分けられているわけではないため、どちらも A、B 両方の運用に入ります。先頭車と中間車の間には車掌ボックスがあり、ここから安全確認をしています。ドアを閉めるときはこんな感じです。そしてこの車両、客室を1階の一番前まで持ってきており、運転席は2階にありますが、車両の外側には運転席へ出入りする扉がありません。そのため、展望席の後ろにはしごをかけて、2階の運転席へと移動します。いよいよ発車です。
小田急ロマンスカー時代はトイレがありましたが、1000系湯煙はトイレがない車両だけで4両編成を組んでいるので、トイレがありません。発車前に済ませておきましょう。展望に配慮した作りの鉄道車両は多いですが、運転席を2階に上げている車両は非常に珍しいものです。長連の地下区間はここから2キロほど続きます。ここだけ見ると地下鉄さながらですね。そして長連に現在在籍している通勤型車両はいずれも地下鉄で運用されていた車両で、元東急8500系や元東京メトロ03系などが運行されています。ちなみにこの車両は元営団日比谷線の3000系だった3500系、すでに引退しています。最初の駅、市役所前駅を通過です。B 特急では停車駅ですが、A 特急は通過で、日中は閑散としています。最初の停車駅が権堂駅です。すべての特急が止まる駅の一つで、市役所前よりもホーム幅が広く、拠点駅の風格があります。長連の地下駅には、ホームの端に非常用の出口があり、独特の雰囲気を感じられます。左上のミラーの下に、特急停車駅確認とあるのは、先ほどご紹介した通り、この先の停車駅が同じ特急でも異なるためです。A 特急は9駅を連続通過しますが、B 特急はこのうち3駅に止まり、通勤通学需要に応えます。善光寺の最寄り駅、善光寺下駅を通過です。地下区間で A、B 両方の特急が止まらないのはここだけですが、善光寺で7年に1回行われる行事の際は、特急が臨時で止まります。また、お気づきの方もいると思いますが、地下区間の途中駅は、駅ごとに異なる色で塗られています。意外なほど癖がある駅をご紹介する動画は、概要欄から見てくださいね。ここから、遠くの山々を視界に入れながら、列車は湯田中へ向かっていきます。地上区間最初の通過駅、本郷駅のホームの上には、かつてデパートを兼ねた駅舎がありました。時代の流れとともにお店が減り、今では駅舎としても役目を終えています。この駅舎だけを題材に作った動画もあるので、概要欄から見てくださいね。信濃吉田は、信濃鉄道の北長野駅から200メートル程度しか離れておらず、駅を通過した直後に、北陸新幹線と信濃鉄道の線路の下をくぐります。次が旭駅です。その手前で、枕木の色が変わっているのにお気づきでしょうか。これは、上下線をつなぐ線路の跡です。この駅までの 6.3 キロは、全線複線です。かつてはこの駅終着の列車や特急列車による追い越しがありました。長野寄りにあった線路を使っていましたが、現在ではどちらも見られなくなり、線路も撤去されたというわけです。線路は跡形もありませんが、さらに手前にあった信号機の支柱はまだ残っており、先ほどの車窓にも映っています。柳原駅を通過した後で、線路の形状が変わります。これはラダー軌道と呼ばれ、枕木に当たるパーツをレールと平行に並べることで、メンテナンスの手間を減らせます。この先の右カーブを抜けたところで、長野県の大河川、千曲川を渡ります。この村山橋は、かつて道路2車線と鉄道の単線が共用する橋でした。この区間に鉄道を敷設する際、高額な建設費がネックとなっていたところ、すでにあった道路橋の架け替えに合わせて、鉄道併用橋とすることになり、1926年に完成しています。今では長野電鉄唯一の路線である長野線ですが、路線の由来は加東線にあり、長野線は後から開業したものです。村山橋は長さ800メートル余りあり、当時の資金力だけでは建設が難しかったのが想像できます。旧村山橋は幅が狭くて歩道もなく、老朽化も進んでいたため、2009年までに今の橋に架け替えられました。新しい橋は前の橋よりも高くなり、車線も増え、線路と道路が離れているので安全になりました。一方場所が変わったため、橋の湯田中寄りでは S 字カーブを描き、元の線路までつながっています。ちなみに、村山橋の名前の由来となった村山駅が、この次です。次の停車駅、須坂に到着です。権堂からは14分、A 特急で一番所要時間が長い区間です。ここには車庫があり、2100系スノーモンキーや8500系、3500系などが停車しています。かつては、八代駅で信越本線の線路とつながっており、上野から湯田中までの直通列車もありましたが、
新幹線の開通などもあって直通列車は廃止され、八代線の乗客は減少の一途をたどりました。八代線は2012年4月に廃止されたものの、須坂駅はそれ以降も長電の拠点駅であり、乗降客数は長野駅に次ぐ第2位を誇ります。なお、途中各駅の乗降客数がこちら。ここまでの各駅は、多くても須坂の3分の1程度です。ホーム3つ、線路5本を有する拠点駅ですが、かつて八代線用だった1線は、今では使われていないようです。須坂駅を出発です。ここから先は、駅間距離がこれまでより長くなります。須坂までは平均で1キロだったのが、須坂からは 1.9 キロと倍近くになります。乗車人員も減り、1000人超えの駅は1つだけです。長野市近郊の輸送という意味合いが薄れることもあり、特急の停車駅の違いはありません。線形が良く、カーブや勾配が少ないため、6駅先の信州中野までの間は最高速度で走ります。北須坂駅のあたりになると、沿線にはリンゴなどの果樹園が増え、長野感が増します。次の停車駅、小布施に到着です。昔は速達タイプの特急は通過していましたが、現在では全ての特急が停車します。跨線橋はなく、改札へは構内踏切を通る、のどかな駅です。小布施は栗と北斎の街として宣伝しており、駅の周辺にも観光スポットがあるほか、駅のそばでは名物の栗どら焼きも買えます。あそこに止まっているのが、12年まで運用されていた2000系です。あの車両は車内にも入れますが、尺の都合上、後編でお届けします。小布施を発車です。長電には、警報機も遮断機もない第4種踏切がまだあり、踏切手前で警笛を鳴らすことが多いです。この辺りで、発車前はあまりご紹介できなかった座席部分のご紹介です。ベースは80年代に登場した大手私鉄の特急車両でありながら、リクライニング機能はありません。その代わり、座席の角度は先代のロマンスカー、7000型の座席をリクライニングさせた時と同じとし、背もたれを高くすることで安定性を確保しています。テーブルは座席の背面と壁際にそれぞれ設けられています。なお、小田急時代は展望席の座席だけは回転させることができましたが、現在は全席固定式となっています。展望席区画の入り口の上には、ブルーリボン賞記念のプレートも残っています。ちなみに隣の LED 表示器は後付けです。信州中野駅に到着です。普通列車は基本的にこの駅で系統分離されており、長野、湯田中方面にそれぞれ折り返しています。また、朝夕の特急の中には、湯田中ではなく、この駅を始発終着とするものもあります。ホーム3つ、線路4本の設備ですが、一番左の線路は使われていません。この駅からは、かつて木島線の通称で呼ばれていた、加東線の一部区間が伸びていました。木島線は、先ほどご紹介した八代線の10年前、2002年に廃線になっています。左側に伸びているのは研修線の後で、木島線の後ではありません。ここで本線は単線になりますが、左側にもう一つ、線路が並んでいます。これが、廃線となった木島線の線路跡です。八代線の方は車庫の改築に伴って線路からは見えなくなりましたが、こちらはまだ線路が残っています。よく見ると、目の前の木の左側に、木島線の信号機が残っています。木島線にあたる区間は1925年に開業しており、長野線にあたる区間は2年後の1927年に開業したため、この駅でも長野線側がカーブしています。廃線から20年が経ち、移行も徐々に形を失いつつあります。廃線跡巡りをお考えの方は、お早めにどうぞ。ここから先は、かつて山之内線と呼ばれていた区間です。これまでとは線形がガラリと変わり、急勾配と急曲線が続きます。次の信濃松川駅を通過する時の後方の映像がこちら。通過して数秒で、ホームの上屋を越えてしまう急勾配です。これだけの急勾配のため、信州中野から湯田中までを走る車両には、翼速ブレーキが必須となっています。これは、下り勾配で列車の速度を抑えるための電気ブレーキです。なお、最新型の8500系には翼速ブレーキがなく、この区間には入線できません。それも信州中野で系統が分離されている理由であり、かつ旧型の3500系が長く残っていた理由の一つです。私たちが乗っている1000系も、
元は翼速ブレーキを搭載していなかったのですが、特急車両が湯田中まで直通できないのはまずいので、長電への譲渡にあたり、追加で設置されました。次の信濃竹原は、信州中野から湯田中までの間で、行き違いができる唯一の駅です。終点の湯田中も単線のため、ほぼ全ての列車がこの駅で行き違いを行います。ちょっと前の映像なので、引退前の3500系とすれ違います。駅部分の勾配は3パーミルですが、上下線が合流すると即座に30パーミルの上り坂に突撃です。そして、この30パーミルの上り勾配を走り抜けると、長電の有名撮影地、そして一番のハイライトでもある、読瀬川橋梁を通過。このチャンネルにしては珍しいほど雄大な景色が広がります。せっかくなので、側面の様子もどうぞ。大都市中心のこのチャンネルでは、滅多に見られない絶景です。橋梁を抜けると、再び急勾配とカーブで駆け抜け、読瀬駅を通過です。読瀬駅の前後は、それぞれ40パーミルと33パーミルの勾配に挟まれています。これまでの映像でお分かりだと思いますが、信州中野から湯田中まで、駅や橋梁部分を除き、平坦な区間はほとんどありません。信濃松川までは線路脇に住宅が並んでいますが、この辺りはそれもなく、駅周辺以外はほとんどリンゴ畑です。最後の通過駅、上条を通過です。この駅は長電で最も乗車人員の少ない駅で、2018年度は1日平均で23人だけでした。まもなく、終点の湯田中です。およそ45分の旅も、まもなく終点です。山の斜面に沿って標高を上げるため、線路が最後まで左右に触れまくります。踏切の奥では、左上に車止めの残骸があり、右手の架線柱の幅が広いことから、この駅は昔、今よりも複雑な配線だったのがわかります。湯田中駅の構内は単線ですが、左側にもホームがあります。左のホームは弓状に沿っていて、線路にはほとんど接しておらず、右のホームは架線柱の内側にあるなど、いろいろありそうな感じです。湯田中駅の歴史についても、後編でご説明します。一線形の特徴の一つでもある、今では珍しい折れ戸が開くところも、しっかり押さえています。湯田中では、有効な乗車券を持っている場合も、一度改札の外に出ることになっています。後編では、湯田中駅の歴史をご紹介してから、もう一つの看板特急である、2100系スノーモンキーに乗ります。豪華すぎる個室と、種類がやたらと多い座席の裏技にも注目です。足湯でゆったり時間を使いつつ、次の列車まで待ちます。ご視聴ありがとうございました。